皆さんこんにちは、斉藤正光です。先日壊れてしまった集塵機、新しいのを買いました。で、中につけようと思うと結構スペースを取ってしまうので、この外の部分に取り付けながら雨よけをつけながらこいつを設置していこうと思います。それでは早速始めていきましょう。今回使うのは杉の乾燥剤ですね。こいつ束で売ってるやつでめちゃくちゃ安いんで、こいつを使いながら雨よけを作っていこうと思います。こういうやつですね。断面が結構細めのものを使っていきたいと思います。いつもながら工房に入りにくいので半分にカットしておきます。ではこのラフカットしたこいつらを正確な長さに切り揃えておきます。今回は安く仕上げるために細い材料を買ってきたので、とにかく数が多いのが一番大変でした。さあ、長さはピシッと一つに揃いましたね。では次の工程いきましょう。こんな感じでポケットホールの穴を開けていきます。少し既存のデッキが足りなかったのでちょっとだけ延長しておきます。ちょうどいいウリンが余ってたんでそのままつけておきます。いけそうですね。で、今ここに斜めに30度の線をこうやって引きました。で、ここに合わせてこんな感じで先ほどの杉を持ってこようかなと思ってます。で、ここに間隔を空けて次をこうやっていきたいので、繰り返しこの線を引いていきます。で、その時こうなった時に一番下のこの板の一番上のラインですね、これよりも上に次の板が来てほしいので、この1枚目の板の終わりの終点をここに書き写すと、このポイントですね、ここに少なくとも離れてしまわなければ、正面から見た時の隙間はなくなりますので、こういう形でかつ30度なんでこうやってこういう感じですね。で、ここに線を引いてやると、ここが次の板のスタートになるというわけですね。これをどんどんと繰り返していきます。で、こうやって等間隔にこの線を取っていけばいいんですけど、39になったり 38.5 になったり 40mm になったりおそらくすると思うんですね、こういう取り方だと。で、その時にそこがずれるのは問題かというと問題じゃないと思ってます。で、何が問題かというと、ここが多少ピッチがずれることは、大きくなったり小さくなったりすることは大した問題じゃないんですね。ただ最終的にこれ左右を合わせますので、左右でずれてる、この2つの材でずれてるっていうのは、ねじれの原因になったりするので、組み付けが非常に難しくなります。なので同じ位置で同時に墨付けできるように、測ったら同じ位置に線を引いておくといいでしょう。こういうやり方でちょっとやってみたいと思います。このように斜めに細い材料をたくさん貼ることによって、空気は通るけれど雨は入ってこない、そんな構造を目指しました。さあ、それでは組み立てをやっていこうと思います。で、このポイントが起点でこのラインに合わせるので、もうここは目で合わせていきます。こういう風に置いてポケットホールを締めていきます。軽くで強度を持たせるわけでもないですし、こんな感じで自立しますね。こっち側からこうつけていった方がいいですね。
ちょっと上側からつけていきたいと思います。で逆側をつけていくんですが、本来こっちの線が見えるはずだったんですが、こういう組み付けの手順になってあんま考えてなかったんで、こちら側と同じ高さになるように、ただ角度だけは合うような形でチェックしながらつけていきたいと思います。ちょっとずれましたが許容範囲ということで、よいしょ。屋根には節のない杉の板を張りました。たるきは設けず、そのまま杉板を張っています。久しぶりに釘を打ちました。5年ぶりくらいでしょうか。やっと慣れてきたというところで釘打ちの工程が終わってしまいました。久しぶりに釘を打つのも楽しいですね。外観はこれで完成です。さあではここに置き場所できたので、ここにサイクロン分離機を置いていくんですけど、ダストセパレーターを置いていくんですが、結局中にどっかから入れなくちゃいけなくて、この窓を殺して、こいつを使っていこうと思います。ここにこういうタイプのアダプターを使って取り付けていこうと思います。で中側もどうなるかというと、ここにつながっていて、ここにこういう感じで取り付くようにしていきたいと思います。こいつを取り付けていくわけですが、見えてる手前側ですね、ここをアクリルにはめ込んで、この段差で引っ掛けたいと思います。なので 105.56 あたりを狙って、567あたりを狙っていこうかなと思います。パーフェクトですね。パーフェクト。きつすぎず緩すぎず、スナグフィット。このまんま接着剤なしでいける。オフカメラで雨よけをつけながら、なんとかインストールが完了しました。あとは使うだけということになりますが、スイッチがですね、ここなんですね。ここ。ということで、スイッチが遠すぎてやってられないので、こういうものを準備しました。よくアメリカであるスイッチというかコードのリモコンですね。この電源のリモコンをオンオフできるようになっているというのを買ってきたんで、こいつをちょっとつなげてみたいと思います。完璧ですね。じゃあちょっと中に入ってみましょう。今から新旧の集塵機を比較するために、この A4 の紙をカッターで裂いたものを
近づけてどの辺りで吸い込まれるかというのを見てみたいと思います。いかがだったでしょうか。今日は集塵機の置き場を作るところを見ていただきました。もしかしたら自転車置き場の作り方なんかの参考になるかもしれません。楽しんでいただければ幸いです。そして一つだけ注意していただきたいのは最後の集塵機比較のところです。比較の対象にしていたのが掃除機タイプの集塵機でした。これは木工に特化したものではなくて汎用の掃除機タイプになります。で、一方で今回導入したのは木工に特化した集塵機になります。この違いは掃除機タイプの集塵機というのは圧力を低くすることが第一の目的で物を引っ張ってくることが機能になってきます。なのでたくさんのボリューム、たくさんの流量をガバッと一気に吸い込むということは得意ではありません。一方今回導入したものは木工に特化した集塵機で、それは圧力を低く下げることはどちらかというと苦手なんですが、たくさんのボリュームをたくさんの空間からガバッと一気に吸い込む、流量をたくさん吸い込むということが得意な機械になります。皆さんが使いたい状況に合わせてどちらがいいか選んでください。そして今回選んだのはオフコーポレーションさんのオリジナルブランドの集塵機を選びました。で、これはもともと前の集塵機を導入した時も候補には上がっていたのですが、少し重たくて大きかったので躊躇して軽くて安いものを選んでいました。価格差としてはこれぐらいになるんですが、この価格差を大幅に上回るコストパフォーマンスの良さが今回確認できました。なぜ最初からこれを買っておかなかったのかと後悔しています。ただやはり大きくて重いので皆さんの環境に合わせて選んでみてください。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。これからも木工に役立つ情報や楽しい動画を作っていきたいと思っています。よろしければいいねやチャンネル登録でサポートしていただけると本当に嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。